ある日居酒屋に行きました。するとですね、一緒に飲んでた人がね、こはい、この大人に、おい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 、俺はね、今ね、絶対音感の話なんかしてんじゃねえんだよと。俺はね、朝日スーパードライ辛口の生を飲む方が今重要なんだからね、もう。どうでもいいんだよ、そんなこと。って思う、ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。こんにちは。はい、今日はですね、サムネにあった通りですね、絶対音感、ね、本当どうでもいい絶対音感っていうのをですね、今日は、語ってみたいと思います。で、今日の動画なんですけれども、絶対音感のことについて語るんですけれども、動画の最後にね、どうやったら絶対音感になれるのかっていうね、超重要なことをね、言いますので、ぜひね、最後まで見ていってください。はい、じゃあまずですね、もう10秒でね、絶対音感って何かっていうのを説明します。はい、これ見てください。こんな風なのとか、あとこういったね、和音とかですね、を、全ての音が、もうどんな音も全部わかるというのが絶対音感です。はい。はい、それじゃあダラダラ語っていくんですけども、僕はね、クラシックピアノを、12、3年かな、やって、その後ジャズ、サックスでね、ジャズを始めて、だいたい30年ぐらいかな、今、やってるんですけれども、このチャンネルでね、あんまりその絶対音感のことについて全く語ってこなかったんですよね。で、先日、視聴者さんからのメールで、絶対音感の話題になったので、そろそろ語るかなという感じです。で、僕もね、絶対音感あるんですけれども、生まれつきですね。それで気づいたらドレミがもう全部わかるっていう、人間なり、どちらかというと一般的な、絶対音感じゃないのかなと僕自身は思ってます。で、まずね、今日いろんなこと話すんですけれども、まずはね、ゆるいトピックからね、いきたいと思うんですけれども、まずはね、巷に溢れてるね、絶対音感に対する嘘とかね、偽りとかね、タブーになるのかな、タブーじゃないか別に、をね、ちょっと笑っちゃうようなのをね、ちょっといろいろお話ししちゃおうかなと思うんですけれども、まずその1。よく言われることは、人によく言われることは、世の中に存在する音、例えばこれもそうですね、コーンとか、車の音、ブーンとかですね、こういう手を叩く音とかが、ドレミで全部聞こえるんですよね、という。皆さんもこれね、聞いたことあると思うんですけど、聞こえないです。全然聞こえないです。ドレミなんかで聞こえないです。聞こうとも思わないです、そんなの。なので、まずこれがね、もう一番世の中でね、間違った認識というか、面白い、笑っちゃうようなね、認識なんですけれども。で、次なんですけれども、その環境音、例えばこういうのを聞いてて、ドレミではないから、なんて言うんだろう、その気持ち悪くなると。絶対音感持ってる人はこういうなんか中途半端な音を聞くと、例えばドとドのシャープの間の音だから、気持ち悪くなる。ってね、よく言われるんですよ。気持ち悪くなるんでしょって。なりません。気持ち悪くなりません。これね、合理的にね、もう考えてほしいんですけど、万が一気持ち悪くなったとしましょう。そういう人がいたとしましょう。もうそういう人いたらね、もう気が狂っちゃいますよ。もうね、生きていけないですよ。もうそれ合理的に考えるとそうなんですよ。だって世の中にね、溢れてる音が全部そんな気持ち悪くなったらもう大変ですよ。もう生活できませんよ。ということでこれは100% 嘘なので、これ信じない方がいいですよ、これは。はい。で、さすがにね、音楽でピッチが壮絶にずれてる場合っていうのは多少ね、わかるんですよ、気持ち悪くなるの。その音楽をさあやるぞっていうこのスイッチが入った時にですね、例えばさっき言ったようなドとドのシャープの間の音で、こうなんかピッチが取れちゃってるとかいうのはですね、さすがに気持ち悪くなるんですよ。気持ち悪いっていうか、なんでそうなるかっていうと、自分がそれに合わせてこう演奏しなきゃいけないじゃないですか。そしたら、ドなのかドのシャープなのかどっちなんだよってなって、自分は何を弾けばいいんだろうっていうふうに迷っちゃうんですね。なので、気持ち悪くなると。自分が思ってる、例えばドとかドのシャープから壮絶にずれてたりすると、もう実際に演奏ができなくなっちゃうので、なんだろうな、それは気持ち悪く確かになります。それは本当です。だけども、よくテレビとかでね、おそらく言われるのが、例えばその
ヘルツとかですね、440ヘルツとか441ヘルツとか、その1のズレっていうのは、そこまで気にならないです。分かるんですよ。これ440だな、441だな、442だなって442に移行もんならもうすぐ分かるんですね。これ442だな、高いなっていう。でもそれが、気持ち悪くなるかというと決してそんなことはなくて、なぜかっていうとレコーディングとか行くじゃないですか。するとその現場によってどの周波数でレコーディングをするかってもう決まってるんですよ。なのでそれがじゃあ今日441年とか440年みたいになるとそれに合わせなきゃいけないじゃないですか。なので1ぐらいのズレだったら全然その許容範囲なんですよね。なので1だけでもう気持ち悪くなっちゃうっていうのもね、嘘っすよ、あれも。分かるは分かるんですよ。441だなとか440だなって分かるんですけれども。そんなレベルですよ。はい。で、なんでこんなになんだろうな、嘘とか偽りが世の中に広がっちゃうかっていうと、テレビとかね、メディアってね、面白いね、話の方が、人が見るじゃないですか。だからやっぱりね、大げさに言ってみたりするんですよね。で、これ別に絶対音感に限ったことじゃないんですよね。どんな分野でもそうなので、あんまりメディアが言うことを 100% 信じるのはいかがなもんかなというふうに思いますと。でもう一つ言えるのはね、この耳でどうやって聞いてるかって自分がどうやって聞こえてるかって他人には一生 100% 絶対に確実に分かんないことなんですよ。だって隣にいる人がどうやって音を聞いてるかなんてもう誰も証明できないじゃないですか。科学的にも絶対証明は現在の科学ではもう証明が不可能なのでいくらでも言ったもん勝ちになっちゃうんですね。なのでこういう話が出回っちゃうのかなっていうふうに思います。あれですよ、なんでこんなこと言えるかのもう一つは良い例がね、例えばあれですよ、この味覚だって隣にいる人がどうやってこの味感じてるんだろうって分かること一生ないじゃないですか。一生分かんないですよ。見てる視覚とかね、どうやって色を見てるんだろうとか、もう絶対になんだろうな、お互い理解することはできないので、だから言えちゃうんですよね。であとこれも余談であんま関係ない話かもしれないんですけれども、インターネットで例えばJ-POP の曲とかのタイトル入れるとコードが出てくるページっていっぱいあるじゃないですか。ギター弾いてみようとか言ってコードがいっぱい載ってるやつですね。あれちょっと気をつけてほしいんですけれども、コードほとんどのページが間違えまくってるので、なんだろうな、正確なコード書いてあるところはほぼ皆無です。なので、結局ね、オリジナルを自分で聞いて耳コピするのがもう一番重要なのでですね、そこはねちょっと気をつけましょう。で、今日の動画のタイトルが本当にどうでもいい絶対音感っていうことなので、それもねちょっと説明していくんですけど、今から絶対音感を持っている利点とその弊害っていうのかな、不利点なんていうんだいいことと良くないことっていうのをね語っていくのでね、ちょっと聞いてみてください。まずはね、持ってて得すること、いいこと、利点ですねを語っていきたいんですけれども、もうお分かりの通りですね、全ての音が分かるので、例えば僕なんかジャズのアドリブやってる時に頭に浮かんだメロディーが何ですか、瞬時に弾けるんですよ。トゥルドゥンテルルみたいになったら、それをトゥルドゥンテルルって指を動かすことがある程度できるということで、それは非常に良い利点かなとは思います。とか、あとそうですね、ジャズでいうとコール&レスポンスですね。誰かが弾いたのが全部音が分かるので、瞬時にそれと同じフレーズを弾いてあげたりっていうこともできます。コール&レスポンスで相手と同じことを弾くのか弾かないのかっていうのはまた全く別の問題なんですけれども。で、次なんですけれども、耳コピが瞬時にできるっていうことですね。で、前回の動画でジョン・コルトレーンの話かなと耳コピについて話したので、この辺にリンク貼っとくのでね、後でちょっと見てみてください。で、耳コピできるっていうのはですね、すごくやりやすいんですよ。ソロとか聞いてる時に音全部わかるので、すごくこれ弾いてるな、これ弾いてるなっていうのがわかるんですけれども、これはねまた絶対音感を持ってる人でも初めてジャズのフレーズをコピーするのに結構苦労する人が多いんですね。実は僕も若い頃そうだったんですよ。10代の頃とか音はわかるんですけれども、弾いてみたらなんか違うな、正解なのかなっていうのがわかんないんですね。なぜかっていうと、
このジャズのフレージングって本当様々あるんですけども、フレージングに慣れていく必要があるので、それに慣れるのに相当時間がかかるということでですね、この耳コピについてはね、できるはできるけど、しばらく、時間がかかるよということですね。で、あとよくこういうことを言う人がいるんですけれども、その管楽器とかで管楽器でちょっとピッチがずれてるから取りにくいっていう人がいるんですけど、あれもね、簡単に言うと嘘なんですよ。なぜかっていうと、ただそう言ってる人たちはね、その耳コピ、ジャズの耳コピに慣れてないだけであってですね、管楽器なんていうのはそもそももう音一個一個全部ピッチが正確なわけがないんですよ。全部もうバラバラなので、完璧にね、その全部平均的に合ってるっていう管楽器は世の中に一本も存在しないんですね。それはしょうがないんですけれども、だけど結局ジャズの耳コピとかってですね、単音で聞いてないんですよ。僕らその耳コピするとき全部そのフレーズの5個から10個ぐらいの音を聞いて、こういうフレーズねって言って最終的には耳コピするので、フレーズに慣れているか慣れていないかっていう話だけの話ですね、これはね。はい、じゃあ次にね、弊害、あんまね、絶対音感を持っててね、嬉しくない部分っていうのをね、語っていきたいんですけれども、最大の弊害は、僕はアルトサックスと、バリトンサックスは弾けますけれど、テナーとソプラノが弾けないんですよ。弾けないっていうのは何かっていうと、音がわからないからなんですね。それが最大の僕にとっての弊害ですね。せっかくサックスなのにテナーとソプラノがそこまで弾けないっていう、これ面白いと思うんですけども、理由はですね、この音符とかコードが指使いと一致してないんですね。そのテナーとかソプラノの。で、僕は一番初めにサックスっていうものを手に持った時、アルトサックスを手に持ってしまったんですね。なのでそのアルトサックスでいうところのドレミっていう音っていうのが音としてもう脳とつながっちゃってるんですね。例えばっていう音はここだなとかっていう音はここだなみたいな感じで音の情報と一致してるので、テナーを持つとその音の情報がずれてるんですよ。テナーとね、アルトって音違うじゃないですか。なので、具体的に言うと5度ずれちゃうんですね。なので、例えば、ふん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 ってやろうとしたとしても、それがアルトの指使いで出てきちゃうんですよ。で、テナーの指使いではもはやもう、弾けないということで、これが一番苦しいです。もう絶対音感ない方が僕はね、嬉しかったって、本当冗談抜きでテナーを持った時には思います。冗談じゃないです。本当にね、絶対音感なかったらよかったな俺って本当に思う時あります。なんですけれども、うちのスクールの、ジャズのサックスの先生で絶対音感を持っている先生がいるんですけれども、彼の場合 E フラット管とか B フラット管全部弾けるんですよ、サックス4本とも。で、彼曰く彼も絶対音感持ってて初めは違和感あったけど、両方やってるうちに両方に耳が慣れてくるよと。つまりアルトサックスと、テナーサックスを持ったらもはや違う音の楽器だって脳が認識してさえくれれば弾けるようになるよというふうには言ってたんですけど、僕にはまだその段階が来てないんですね。ひょっとして、あと10年ぐらいやればねできんのかなとも思うんですけれどもね。で、次の弊害は、耳に頼りすぎちゃうっていうのがあるんですね。で、どうやって僕はサックス弾いてるかというと、もう理論とか音符とかを全然ね、演奏してる時は頭に浮かんでこないんですよ。何が浮かぶかというと、音の情報が浮かんでくるんですね。みたいな感じで、それが音がまず脳に浮かんじゃうんですよ、こう弾く直前に。なのでそれが音符でもなければ理論でもないんですね。でそこが僕にとって結構弊害で、理論を本当は頭に思い浮かべたいんですけども、理論を思い浮かべるぞっていうスイッチを入れないと理論が出てきてくれないんですね。なぜかというと音の情報が強すぎて。なので、ちょっとそのジャズでいうところのアウト理論とかを演奏するときにはですね、ちょっと苦しいと、スイッチ切り替えなきゃいけないので、っていうことでそこがね難しいかなと。で、次の弊害はですね、コードネーム、C7 とか g マイナーとかあるじゃないですか。あれをイチョウ楽器用のコードで読めないんですよ。だから不思議なもんで僕ね、そのアルトサックス独自の例えば C7
とか、が読めないんですよ。例えばこっちでいうところの C7 っていうのはですね、何かというとピアノでいうところの E フラット7なんですけど、それを思い浮かべることができないんですね。なぜかっていうと C って言ったら僕の中ではもうピアノのドだから、それとこっちとずれちゃうんですよ、理論的に。なので僕は、アルト奏者であるにもかかわらず、アルトのコードは一切読みません。読めるけどアドリブする時とかにもう全然パワーのないアドリブになっちゃうのでつまんないんですよ。やってても全然つまんないので、なのでね、僕はねアルト用の譜面が来たらわざわざ自分で鉛筆でねこう全部書き換えます。コンサートのキーに。っていうねすごい弊害がありますね。で次にソルフェージュっていうんですか、このドレミファソラシドっていうのかな、あんま僕意識したことないんですけれども、どうやって考えるかっていうと、音12個あるにもかかわらず僕はドレミファソラシっていうこの7個の音だけで考えてます。つまりドでもどのシャープでも僕の中ではドなんですよ。で音の情報としてはもちろんねずれてるので、どのシャープはもちろん音としてはどのシャープって覚えてるんですけれども、そのドでもどのシャープでももう一括りでドっていうふうに僕は呼んじゃってますね。はい。僕が主に本当に絶対音感持ってようが持ってなかろうがもうどうでもいいんですよ、僕の中で。なんだろうな、これね、これ 100% 言えるんですけれども、なぜかっていうと絶対音感持ってない人いっぱいいるじゃないですか。でも素晴らしいミュージシャンってもうむちゃくちゃいるんですよ、絶対音感あろうがなかろうが。なのでなんだろうな、全くもう議論にもならないんですね、これって。もうどうでもいいんですよ、本当に。例えば絶対音感持ってても練習しなきゃいけないのは変わんないんですよ。持ってようが持ってなかろうが同じ時間練習しなきゃいけないんですね。なので、そういう観点から見てもね、本当どうでもいいんですよね。で、まあなぜなら僕もね、40年以上音楽やってますけれども、まだ例えばジャズで言うとですね、まあジャズの分野が全部で100個あるとすると、まだ僕ね、自分で 1% ぐらいしかできないなって自分で分かってるんですよ。それが、2%、3% に上がることは一生なくてですね、もうその残りの 99% を練習していくっていうのには変わんないんですよね、結局ね。それで残念なことにこの99%、残りの 99% っていうのはいくら練習しても増えていく一方なんですよ。もう練習すればするほどもっと練習しなきゃいけない課題が見えちゃうので、だから一生 99% から減ることはないんですよね、これね。なのでまあ結果的にもうね、絶対音感なんかどうでもいいです、僕の中で。はい、じゃあそれではね、いよいよね、どうやって絶対音感をつければいいのかっていうね、お待たせしました。ね、明確な答えがあります。いきますよ。答え、僕は知りません。はい、どうやってね他人が色を見てるのかとかね、味を感じているのとかね、知ることは不可能です、ね。おそらく一人一人が生まれ持ったもう特性です。なのでそれが変わるわけがありません。まあ、例えるならばね、僕の父は何とか色盲って言って何かの色が見分けられないらしいんですよ。でも僕は彼の目になることは絶対できないし、彼も僕の目になることはないです。一生ないです。お互い一生その色については分かり合えません。でもそれが特性っていうもんですよ、一人一人の。なので、人によっては絶対音感に関して言えば子供の頃2歳とか3歳からね音楽や合わせると絶対音感つく確率があるよというのも、これもね全然正解じゃないです。これなぜかっていうと、もし正解だったら 100% 全員絶対音感になってるはずなんですよ。なってないっすよ。2歳3歳からねピアノやってる人いっぱいいるじゃないですか。でも絶対音感ない人ってもういくらでもいるじゃないですか。多分ね皆さんお知り合いとかにもいると思うんですけど、そんなもんですよ。なのでもう自分がもう生まれ持ったものってもうそれを逆に武器にしてねやるしかないんですよ。仮に絶対音感があるのが武器だとしてもないのが武器だとしてもどっちでも武器なんですよね。なのでどっちも関係ないです。もうそれだけは僕は 100%、言えますと。でね世の中って結局、僕が主にはないものねだりなんですよ。もうね、しょうがないですよ。隣のね、芝はもっと緑に見えるんですよ。もう、ああ、いいなーっていうふうに思うんですよ。隣の人イケメンだなとか美人だなとかみんな思うんです。いいんですよ。でもそれはね、もう自分は自分でね、人のことなんて関係ないんでね。っていうような、ダラダラした話だったんですけれども、今日は。なのでね、皆さんもね、絶対音感、
じゃあ絶対音感ないけどいいんだ、よかったと思う人はね、いいねボタンと、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。じゃあまたね、次の動画で会いましょう。バイバイ。